インドネシアの古都ジョグジャカルタ、世界遺産のボロブドゥール寺院やプランバナン寺院で有名な場所です。今回はそのジョグジャカルタ周辺を2泊3日で観光した様子をお届けします。入場料などの情報はもちろん、クラブや鉄道料金もご紹介。これからジョグジャカルタへ行こうと思っている人の参考にきっとなるはず。ぜひ最後までご覧ください。またこちらのチャンネルでは実際に訪れた場所の詳しい行き方や料金、宿泊したホテルやお店の情報、旅先での失敗談も積極的に発信しています。旅行好きの人はチャンネル登録をぜひお願いします。バリ島を楽しんだ私たちはバリのングラライ国際空港からジョグジャカルタ国際空港へやってきました。ここからはジョグジャカルタ市内を目指す人が多いと思いますが、私たちは翌朝9時半からボルブドゥールツアーの予約があるため、直接そちらの方に向かう必要がありました。ジョグジャ方面なら電車もあるのですが、ボルブドゥール方面にはありません。ということでグラブを利用しましょう。手配したら8分で来てくれるとのこと。合流地点に向かいます。空港からボロブドゥールのホテルまでは片道 34.4 万インドネシアルピア。グラブでは到着まで2時間20分と出てましたが、運転手さんの超絶テクで目的地まで1時間20分で到着しました。この日宿泊したのはここワヒドボロブドゥールホテル。ボロブドゥール寺院からも近く、朝食込み2名4500円だったため、こちらのホテルを予約しました。使わないですがプールもあって部屋も綺麗ということで、良いホテルに当たったとこの時はまだ思っていました。もったいぶってもしょうがないので、何が不満だったのかをお伝えすると、近所で飼育しているのか鶏がとてもうるさかったです。しかもその鶏、深夜0時から泣き出しました。やっと眠れたと思ってもまた4時頃から泣き出したりと眠れやしません。また大通りから1本奥のホテルなのですが、朝6時頃からバイクの音がひどかったです。安眠したい人は決しておすすめできないホテルでした。はてさて夕飯に繰り出しましょう。ちなみに右側の柵を越えるともうボルブドゥール寺院の敷地です。寺院に沿うように出している屋台も気になりますが、もう少し散策してみましょう。こちらボルブドゥール寺院の入り口、ゲートが閉ざされ中には入りませんが、地元の人たちの憩いの場となってます。さっきから気になっていた可愛らしい音楽はこの移動式メリーゴーランドからでした。あの光はボルブドゥール寺院？残念ながら敷地外からはライトアップされた様子を見られませんでした。いろいろと歩いて見つけたのがこちらのお店、ワルンバキンパクムリ。ローカル感満載の店舗、ナシゴレンなど全メニュー 1.7 万インドネシアルピア、約150円から食べられるようです。注文したのはミーゴレン、ご当地の焼きそばです。そしてこれが美味しいのなんの。バリやジャカルタでもいろいろ食べましたが、ベスト3に入る美味しさでした。そして近づくタンバリンの音、これ何かというと物声さんによるものです。この後お店の中に入ってきて、私たちのテーブルの前で 2,3 分タンバリンを叩いてました。どうすればよいかわからず黙々と食べ続けていたら、別の席に行ってくれました。ざっと見た感じ、現地の人は施しをしてました。インドネシアはイスラム教が多数派の国、施しをするのも自然なことで、だから物乞いさんもお店の中に自由に入れるのかもしれません。ちなみにそれが苦痛だったと言いたいわけではありません。そういう体験も含めてローカル店を選んでよかったなと思ってます。なおボロブドゥールでは飲食店もお店もお酒が売っていませんでした。世界遺産の仏教遺跡で成り立つ町もイスラム教が強く信仰されていることがよくわかります。そこで購入したのがこちらルートビア。アルコールがなくてもビールと名の付くものが飲みたかったのです。日本でも一部のエリアでは人気のようですが、咳止めシロップを強炭酸で割ったような味で、個人的にはちょっと苦手でした。起床後ホテルの朝食をいただき、ついにボロブドゥール寺院へ出発です。夜あんなに人がいた通りも朝は誰もいません。ボロブドゥール寺院には大きな注意点があります。当日急に訪れた場合、寺院に登れないことがあるそうです。遺跡保護の観点から現在一度に登れる人数を制限しているそうです。ネットでも登れなかったとの投稿が多いです。予約フォームはこちら。
実際に私たちが申し込んだのもこのフォームでした。1週間前からしか予約できない、日本語では予約できないなど不便な点もありますが、翻訳ツールを使いながら私たちは無事に予約できました。登りたい場合は必ず事前予約しましょう。ちなみにチケットは1人 45.5 万インドネシアルピアでした。予約をしていたので無事にチケットをゲット。チケットカウンターから奥に進みましょう。なお遺跡保護については人数制限以外にも指定のサンダルでないと登れないといった制約があります。このサンダルとバッグは先ほどの入場料に含まれます。レンタルではなくお土産として持ち帰れるのも嬉しいポイントです。注意点としてはサイズが小さめなこと。履いてみたところ痛かったので何度かサイズアップしてもらいました。目安としてはご自身の足のサイズからプラス2センチぐらいが良いと思います。行ってみてびっくりしたのですが、なんと日本語の話せるガイドさんがいました。これまた遺跡保護の観点から寺院登頂の際はガイドさんの同行が必須なのですが、てっきり英語ガイドさんのツアーになると思ってました。日本語だと詳細が聞けるのでやっぱりいいですよね。私たちはチケットカウンターを出た先でガイドさんに声をかけてもらいました。毎回いらっしゃるかは分かりませんが、もしいらっしゃったら必ず日本語ツアーに参加しましょう。見えてきましたボロブドゥール寺院。ボロブドゥールは8世紀に建てられた僧院。ボロはサンスクリット語で僧院、ブドゥールはジャオ語で丘の上だそう。日本語だと山寺ですねとガイドさんがおっしゃっていました。すべて石というわけではないそう。丘の周りを石で囲ってあのような形にしたのだとか。余談なのですが、ボロブドゥールには本当に行ってみたいと思っていました。というのもここは世界三大仏教遺跡の一つに数えられる場所なのですが、私は他の2つアンコールワットとバガンにはすでに訪問済み。残すはボロブドゥールのみだったため、是が非でも行きたかったのです。目の前にするとさすがに迫力があります。ツアーがいっぱいだとここまで来ても登れないわけです。必ず予約してから訪問しましょう。ボロブドゥールは仏教寺院ですが狛犬がいます。体はライオンで顔は猿なんだとか。ジャワ島にはライオンはいないはず。世界はつながっているんだなと思い知らされます。表情が柔らかく笑顔もとてもキュート。回廊には仏教の教えを説くレリーフが彫られています。ガイドさんがいるとその内容も詳しく教えてもらえるのでとてもありがたいです。ついに最上階付近まで登ってきました。それぞれが仏塔、ストゥーパで72個あります。連れてきたんですね。上にお釈迦様。引きで見てもすごいです。それぞれのストゥーパは台座はハスの花、その上に乗っかるのはお茶碗、そこから伸びているのは八角形の杖だそうです。普段日本で生活していて仏教を意識することはないですが、距離も時代も離れていても近しい価値観でつながっていることがなんだか興味深く、そしてとても嬉しく感じました。正面に見える山はこの形状から涅槃仏として愛されているのだとか。ちなみにガイドさんはイスラム教徒だそう。そもそもここは19世紀までジャングルに埋もれていた場所なので、ガイドさんの遠いご先祖様まで遡ってもイスラム教徒なのです。宗教は違えどリスペクトがあるからガイドをされているのだと思います。昨夜の街の様子からもここが地元の人たちに愛されていることが伝わりました。アンコールワットのあるカンボジアは仏教国、バガンがあるミャンマーも仏教国です。対してここはイスラム教の国、宗教が違えど大切にされている、そういった点もボロブドゥール寺院の魅力なのでしょう。改めて降りるとその大きさが伝わります。ずっと来たかった場所、思い切って行ってみて本当に良かったです。ボロブドゥールでびっくりしたことが一つ、それは出口までのお土産屋さんの多さです。世界中お土産屋さんが立ち並ぶ道を通らないと出られない観光地はありますが、ここはその中でも私たちが訪れた中で世界最長でした。体感15分はお土産ロードをくねくね歩きます。営業がしつこくないのは救いです。不要なものであればしっかり断れば大丈夫です。見事には深夜からなく。次に向かったのはパオン・ルアック・コーヒー。ボロブドゥール寺院からは 1.5 キロほどの場所にあります。世界一高級と言われるジャコーネココーヒーが飲めるカフェです。これがそのコーヒー豆。ジャコーネコの糞というのがよくわかる形状のものもありますね。
乾いてくるとこうなるんだよとコーヒー豆を見せてくれました。こうやって豆をひくようです。それにしてもコーヒーを飲みに来ただけなのにいろいろと教えてもらえるのは嬉しいです。この子がそのジャコウネコ。眠たそうなところごめんよ。カフェの中はこんな感じ。注文したのはアラビックコーヒーとロブスターコーヒーの2種類。値段の詳細は忘れてしまったのですが、最高級といえども1杯数百円だった気がします。人生初のジャコウネココーヒー、その感想は。本当だ。すごいすっきりしてる。ちょっとだけ酸味が少しくるけど、すごいマイルド。後からすごいまろやか。こっちの方が苦味、コクが強い感じ。コクが強くてすっきりって感じ。こっちがまろやかということでとても美味しかったです。ちなみに正面には世界遺産にも登録されているパオン寺院があります。そしてモスクも近くにあるため大音量でアザーンが流れています。仏教遺産の世界遺産とイスラム教のアザーン、この組み合わせも日本では体験できない特別なものだと思いました。先ほどのカフェから 1km ちょっと、クラブで170円ほど使って訪れたのはここムンドゥ寺院。ボロブドゥール同様世界遺産に登録されています。チケットは2万インドネシアルピア、先ほどのパオン寺院よりも大きいです。重たい空気はなく、それでいて厳かな空間でした。敷地内には巨大な木もあります。きっと日本でいうところのご神木なのでしょう。サクッと観光できますので、ボロブドゥールに行った際はこちらにも立ち寄りましょう。ちなみにお隣には仏教施設もありました。現役で仏教も信奉されているのだと感じさせてくれる場所でした。難易度が高い。お腹が空いてきました。中心地に戻ってお昼にしましょう。ムンドゥ寺院から市内まではグラブで250円ほどでした。訪れたのはこちらのお店、ボロブドゥール寺院の近くにあるお店です。ミーゴレン、きしめんのような平べったいミーゴレン、そしてそれぞれにアイスティーがついて1食 1.7 万インドネシアルピアでした。バリ島では観光客向けのワルンが多かったですが、こちらは現地の人が利用するワルンばかり。昨日の夕飯も今日のランチもそういったお店で食べられてとても楽しかったです。それではホテルに預けていた荷物を回収し、ジョグジャカルタに向かいましょう。ボロブドゥールから1時間15分、ジョグジャカルタに到着しました。まずはホテルにチェックインしましょう。宿泊したのはプリマインホテルマリオボロ。ジョグジャカルタ駅が徒歩圏内なのはポイント高いです。禁煙、ペット不可、そして銃とドリアンも NG で1泊4000円のお部屋です。室内はというとコンパクトながらも綺麗。水回りも全く不満はありません。ちなみにこのホテルはルームサービスでアルコールの提供がありました。前日飲めなかった分本当にありがたい。チェックインも済んだので次の目的地に行きましょう。向かったのはこちらテビンブレク市。比較的新しいジョグジャカルタの夕日の名所らしいです。当初はラトゥーボ湖という別の夕日の名所に行こうと思っていたのですが、そちらは入場料だけで1人4000円近くかかるということで取りやめ、急遽調べてこちらに向かいました。市内から直線距離にして約 15km、クラブで片道 10.8 万インドネシアルピア。夕方の渋滞に巻き込まれた影響で片道1時間ちょっとかかりました。採石場の跡地を観光地として開放しているそう。そのためこのように独特の景観となっているそうです。運転手さん曰くこの辺はグラブはすぐに捕まらないよとのこと。交渉の結果、駐車場の待ち時間を含め13万インドネシアルピア、約1250円で市内まで戻ってくれることになりました。なおここのチケットは1人2万インドネシアルピア、駐車場代は5000インドネシアルピアでした。2015年に開放され、地元の人たちからも映えスポットとして愛されているのだとか。それでは早速登ってみましょおお。わあ、これはすごい。
丘の上に到着。少し高い場所にあるからか涼しく、心地よい風が吹いています。映えスポットで写真を撮りたい人は係の人にお金を払う仕組みのようです。綺麗、すごく綺麗。ねえ、綺麗だね。すごくいいとこだね。来たね。奥に見えるのがジョグジャカルタの街並みですが、ガスっていてまだよくわかりませんね。夕焼けとアザーン、思えば遠くまで来たものだとしみじみ。振り返ると満月がなんだか幻想的です。日が沈んだ後のマジックアワーから夜はジョグジャの夜景が楽しめるのもグッドでした。有名な観光地も良いですが、地元の人しかいない素敵なローカルスポットに出会えるとなんだか得した気分になりますよね。ここはまさにそんな場所でした。ジョグジャカルタに訪れた際は皆様もぜひ足を伸ばしてみてください。トイレ止めたじゃない。ジョグジャカルタに戻った私たちは夕飯が食べられそうなお店を探すため市内を散策。いいね、混んでんね。ナシゴレン、ミーゴレン、ナシチャンプル。連日のインドネシア料理に飽きを感じ始めてきたため、一度リセットするためにも駅前にあるラーメン屋さんに入りました。場所はこちら、ジョグジャカルタ駅の隣にあります。メニューはラーメン以外にも寿司に餃子にカレーライスと何でもござれ。そのお味はというと、スープは煮干し系、具材のキクラゲの主張が激しい印象。日本のラーメンをイメージするとがっかりするかもです。ただ遠く離れたジョグジャカルタの駅の隣の一等地で日本食店を開いてもらっているのは嬉しく感じました。ラーメンは1杯3万インドネシアルピアほど。強くおすすめするお店ではないですが、気になった人は入ってみても良いかもしれません。食後のデザートは並びのアイス屋さんへ。1つ1万インドネシアルピアでした。ホテルに戻った後はルームサービスでビールを注文。サービス料とタックス込みで1本 7.3 万インドネシアルピアでした。でもなんかね、この日はジョグジャカルタ最終日。前日コンビニで買ったもので朝食を済ませ、朝早くから世界遺産プランバナン寺院へ向かいました。早朝ということもあり渋滞にも巻き込まれず、市内から30分ほどで到着。人も全然いません。外国人観光客専用のチケットセンターへ向かいます。チケットは1人 37.5 万インドネシアルピア。見えてきましたプランバナン。早朝ですがここまで来るとテンションが上がります。いいじゃん。ですが到着したはいいもののまだ入れない様子。というのもプランバナン寺院のある公園は6時30分に開くものの、寺院自体は7時にならないと入れないようあと10分待たないとです。なのですが私たちが待っていたらなんとすぐに開けてくれました。プランバナン寺院一番手。ますますテンションが上がります。誰もいない世界遺産を独り占め。こんなに贅沢なことはなかなかないでしょう。そうだね。正面に見えている塔は高さ46メートル、周囲の塔は33メートルだとか。朝日に照らされたその様子は圧巻です。早速中央に立つ一番高い塔、芝堂に入ってみましょう。その名の通り中央には芝がいました。芝堂の回廊を歩いてみましょう。すごっ。回廊から外を見ると続々と人が入ってきました。少しズルをしてしまった気もしますが、時間前から待っていたからこそ人のいないこの絶景を堪能できているわけです。プランバナン寺院に行く際は朝一に来ることを強くお勧めします。こちらも同じく芝堂内部。先ほどとは違う場所に入ってみると、本当だ、ガネーシャ。そこにはガネーシャが鎮座していました。顔が象の災いから守ってくれる神様、シバ神の息子さんでもあります。逆光のプランバナン寺院、神々しさが際立ちます。そして壁面のレリーフも美しい。これらはヒンドゥー教の聖典ラーマーヤナの内容を表現しているようです。こんなに素敵な景色に出会えると旅に出てよかったなと思いますよね。
続いて芝道を正面にして左にあるブラフマー道に入ってみましょう。こちらがブラフマー神、宇宙の根源を司るヒンドゥー教の神様です。日の光も相まってとても神々しく感じました。こちらはブラフマー道の回廊。これらレリーフの物語は先ほどの芝道のものの続きだそうです。そしてブラフマー道から見る芝道、日に照らされる芝道に心が震えました。続いて芝道を正面にして右にあるヴィシュヌ道に入ってみましょう。こちらのヴィシュヌ神、宇宙の一の神様だそうです。ヴィシュヌ道の回廊も歩いてみましょう。それにしても破壊と創造の神シヴァ、宇宙の根源を司る神ブラフマー、そしてその宇宙を維持する神ヴィシュヌと紀元前からある宗教なのに宇宙観が確立されているのがすごいなと感じました。ちなみに外を見ると壊れたお堂が並んでいます。これらは合計で200あり、修復が進んでいないものだそうです。ここジャワ島は日本と同じ地震大国。そのため周辺同様、今まで見てきた芝道なども元は崩れてしまっていたそう。メインは修復できたものの周辺は進んでおらず、まだ崩れたままになっているそうです。こちら芝道の正面にあるナンディ堂、他と比べると少し小ぶりです。中には牛さんがいました。牛は芝の乗り物で神聖な動物。いつ出発してもいいように正面で待機しているのでした。牛さんの場所から見た3つのお堂。中央が芝堂、左がブラフマー堂、右がヴィシュヌ堂です。お客さんも入ってきたので、それぞれの大きさも分かりやすいですね。こちらは芝堂の頂点の装飾です。どことなくボロブドゥールの仏塔に似てます。というのも宗教は違えどそれぞれの王族は友好関係にあったのだとか、そのため装飾の様式が似ているようです。宗教を超え尊重し合える関係、今の世も大切にしたい考え方ですね。プランバナンでも狛犬を発見。これも2つの遺跡、宗教の違う王族が婚姻にしていた証なのでしょう。壁画にもなっていました。インドネシアはバリ、ジョグジャカルタ、ジャカルタと3カ所観光しましたが、個人的にはここプランバナン寺院が一番感動しました。実は敷地内には他にも寺院があります。せっかくなので足を伸ばしてみましょう。最初に向かったのはこちら、セウ寺院。プランバナン寺院からは 1km ほどの場所にあります。ここのすごいところは修復作業が見られること。その現場を間近に見学できるのはとても貴重だと思います。お椀をひっくり返した仏塔、ボロブドゥールのそれと全く同じですね。そうなんです。ここセウ寺院は仏教寺院なんです。どうやらプランバナンよりも先に作られたそうなのですが、違う宗教施設が当時から1キロ圏内にあるなんて、本当にそれぞれの宗教を信じていたそれぞれの王族が懇意にしていたことがひしひしと伝わってきます。なお中は残念ながら空っぽでした。次に訪れたのはこちら、ブブラ寺院。ブブラはジャワ語で壊れたを意味し、2017年に修復されるまでまさに壊れた寺院だったそうです。仏教寺院であることは分かっているようですが、その正式名称などは分かっていないようです。こちらも中は空っぽでした。敷地内で最後に訪れたのがこちら、ルンブン寺院。仏塔の形状からもお分かりの通り、ここも仏教施設となります。ルンブンとは米蔵という意味だそう。ただそれも形状からの命名らしく、セウ寺院やブブラ寺院と同時期に建てられたこと以外は詳しいことは不明なようです。修復できていないレリーフの一部だと思いますが、入り口にあったこちらの彫刻は印象的でした。朝6時半頃に来て現在8時半。敷地内すべてを見ても2時間くらいあればプランバナン寺院の観光は満足できるでしょう。なお8時半にもなればご覧の通りかなりの人でごった返します。紹介したような観光客の少ない寺院の様子を見たいようでしたら、やはり朝一の訪問をおすすめします。ちなみにボロブドゥール同様、出口の後にお土産ロードがあったのはご愛嬌。
それでもボロブドゥールよりは短く可愛いものでした。続いて訪れたのはこちらタマンサリ。ジョグジャカルタ市内のほぼ中心にあります。チケットは 2.5 万インドネシアルピア。入り口を入ってすぐのチケットカウンターで買いました。ここタマンサリは別名水の王宮とも呼ばれ、王族の離宮や沐浴場だったのだとか。ただそれだけではなくハーレム的な場所でもあったそう。王様がいたであろう高い場所にも登れました。ちなみにジャワ語でタマンは庭、サリーは花らしいので、ここは花の庭なのです。帰るルートを間違えたのか、出口まで10分くらい歩きました。ですがそれも日本では見ない街並みでとても楽しかったです。次の目的地ジョグジャカルタ王宮は 1km ほどということで歩いて向かっていると、キティとドラえもんを発見。判件上大丈夫なのかは分かりませんが、遠く離れた地でも愛されているのはすごいことだなと感じました。到着しましたジョグジャカルタ王宮。場所はこちらとなります。まずはチケットカウンターへ行きましょう。緑の方が王宮のチケット、 2.5 万インドネシアルピアでした。入って早々ガムランの音が聞こえてきました。貴重な生演奏、テンションが上がります。少し待っていると影絵芝居が始まりました。実はジョグジャカルタの影絵芝居は無形文化遺産にも登録されているのだとか。演目はプランバナンジーンの回廊でも見たラーマーヤナが多いそうですが、これがそうなのかは分かりませんでした。びっくりしたのは裏からも見学できたこと。影絵芝居自体がそうですが、普段見られない裏側を見られたようで、なんだか得した気分になりました。私たちは午前10時に来て見学できましたが、時間帯によってはやっていなさそうです。見たい場合は事前に調べておきましょう。その後、王族の人たちが使っていたであろう調度品などを見学し、王宮を後にしました。ホテルをチェックアウトした私たちは次の目的地ジャカルタへ向かうため、駅から空港まで電車で行こうとしました。電車出発1時間前にチケットを買えばいいだろうと駅舎に向かったのですが、なんと乗りたかった電車のチケットは完売。泣く泣くグラブで行くことになりました。電車だと急行でも空港まで5万インドネシアルピアのところ、グラブだと 23.9 万インドネシアルピア。電車の方が圧倒的にお得ですので、前日までの予約をお勧めします。なお市内から空港は1時間20分でした。2つで9万インドネシアルピアと空港としてはリーズナブルな昼食をとり、これは時間潰せるよ搭乗予定のジャカルタ行きの便を待ちます。ですがまさかの3時間の遅延。私たちはパティックエアという LCC を使ったのですが、定時運行率 20%。平均遅延時間54分と通常でも遅れ気味な便の模様。ジャカルタトランジットで帰国なんて人は気が気でなかったと思います。何はともあれジャカルタのスカラノハッタ国際空港に到着。翌日からジャカルタ観光を楽しむのでした。ここまでの内容はいかがだったでしょうか。少しでも旅の参考になったなら嬉しいです。
もしジョグジャカルタ観光で気になることがありましたら、コメント欄からお気軽にご質問ください。私たちでわかることなら回答いたします。また今回の動画同様、これからも世界中のいろいろな場所の情報をお届けする予定です。チャンネル登録がまだの人はこれを機会にぜひ登録をお願いします。合わせて励みになりますので、いいねやコメントもいただけますととても嬉しいです。本日の内容は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。